皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ東部戦線においてロシア軍が総崩れになっています。ほんの数日前の状況から、現在ではウクライナ軍は進撃を続け、領土の奪還している地域がどんどんと広がっている状態です。今回の動画においても前回と同様、ウクライナ軍がどのような進撃ルートを取っているか解説を行っていこうと思います。今のところウクライナ軍の電撃戦は大成功であり、領土の奪還はさらに拡大しそうです。それでは戦況地図をもとに解説を行っていきます。こちらの地図は戦争研究所の発表している戦況レポートを元にしたロシア軍の占領地域が赤色で示された地図です。現在激しい戦いが起こっているのは2カ所。ウクライナ南部戦線と、そして今回取り上げる丸2の東部戦線です。東部戦線におけるウクライナ軍の反撃作戦が本格的に始動した時、最初のターゲットはバラクレヤでした。バラクレヤを守る部隊が、いわゆる烏合の衆に過ぎないと見て、ウクライナ軍はこのバラクレヤに対する総攻撃を行ったのです。この攻撃によってロシア軍はあっという間にこの町を奪われ、ウクライナ軍の快進撃が始まることとなります。かなり保守的な評価をしている戦争研究所も、最新の戦況としてウクライナが取り戻した領土は2500平方キロメートルに及んでいるとしています。この地図上における重要なポイントとしては、まずロシア軍の拠点であるイジュームやリアンといった町への補給の要衝であるクピャンスクをウクライナ軍が占領できるかが一つ注目のポイントでした。拠点都市をロシア軍が守れるかどうかといったことに注目していたわけですが、あっさりとロシア軍はクピャンスクからどんどんと兵が逃げ出している状態で、街に突入したウクライナ軍は市庁舎前で記念撮影を行っています。この写真からは戦闘が行われた気配すらあまり感じない状態です。クピャンスクの街は街の東西を分ける橋があって、その橋が落ちているので、その先には現在のところ進めていないようです。しかしウクライナ軍の進軍先はクピャンスクではなく、そこからさらに南へと下り、イジュームへと進んでいます。戦争研究所の発表しているこの地図においては、イジュームはまだまだ遠いのですが、実際のウクライナ軍のスピードははるかに速いものです。そのため、最新の情報としては、イジュームを取り囲む形でウクライナ軍はすでに進軍しており、このような素早いウクライナ軍の進軍に対して対応できないと考えたロシア軍は、イジュームから撤退を決め、組織的な抵抗というものはすでに終わったとされています。ですからこの後イジュームに残っているのは、撤退していることを知らされていないような、いわゆる取り残されたロシア軍の兵士たちだけということになります。この後本格的な戦闘というよりは、どちらかというとそうした本体からはぐれたロシア軍をいかにして倒していくか、そこだけでイジュームは完全に掌握されるものと見られます。そうした撤退の連絡を受けた部隊、もしくは連絡を受けていない部隊についても、今ではロシア軍の部隊が撤退するというのは日常茶飯事になっていて、しかも急いで逃げるときに武器弾薬兵器なども残していることが非常に多いのが一つの特徴です。そうして逃げ遅れた兵士の悲劇というものも撮影が行われています。これはウクライナ軍がどんどんと領土を奪還している中において、逃げ遅れたロシア軍の戦車が味方の兵士を上に乗せたまま逃走しているという動画です。ただしウクライナ軍の兵士が道端に立っている光景などからよほど慌てていたのか、最後には木に激突して終わるということになっています。じゃあ周りの部隊がどんどんと逃げている中にあって戦おうとした場合どうなるかについても、こちらも動画が上がっています。こちらは周りに友軍の姿が一切ない状態でのロシア軍戦車の姿です。ウクライナ軍に対する発砲などはしていますが、この後ロシア軍戦車はウクライナ軍の攻撃によって大爆発します。なお、この映像からもわかるように、ウクライナ軍はドローンによる偵察というものを前線まで有効に働かせています。ですから戦車が走り回ってもこれを追いかけて、どこに今いるのかといった情報を味方に教えることができ、それに基づいて攻撃することができるから、戦車も難なく撃破することができているというわけです。それでは最後に今後の展開についてもお話をしておきましょう。ウクライナ軍はクピャンスクの半分を抑えた状態で北へ進む部隊と、そして今回ご紹介したイジュームをおそらく陥落させた部隊というものが今度はリマンに向けて進撃することとなります。リマンに対しては先行して南からドネツ川を渡った歩兵部隊がゲリラ戦を仕掛けているということが報告されています。ですからイジュームから逃れたロシア軍がリマンを本格的な立て直しの部隊として使うのか、
それともリマンももうダメだと考えて、さらに戦線を後ろへと下げるのか、ここはロシア軍の判断によってウクライナ軍の進撃が止まるのかどうかの分かれ目となります。ただし、現在のところロシア軍は指揮系統が乱れた状態で、兵士たちも各地に分散して核攻撃破されているような状態です。ですからリマンに部隊を集結するとしても、まとまった数が集まるかどうかは分からず、ここで立て直そうとしてかえってウクライナ軍の強襲にあって全滅するかもしれません。ロシア軍の混乱が立て直すその隙さえも与えないというのは、ウクライナ軍の速攻がどれだけ素早いかを示しています。ウクライナ軍の進軍速度は非常に速いもので、電撃戦と呼ぶにふさわしいものです。おそらくはこの動画を投稿し終わったあたりにイジュームに進軍したウクライナ軍がウクライナの国旗を掲揚している動画などが投稿されるかもしれません。ただし、司令部が逃げるぞと決めたとしても、その連絡が行き渡っているかといえばかなり怪しいものですから、前線からどんどんとイジュームに逃げてくる兵士たちというのもいますから、これからイジュームの町で逃げ先としてたどり着いたロシア軍の部隊とすでに奪還したと思って入場してくるウクライナ軍との間で戦闘が起こるかもしれません。このあたりかなり一体どの町が今ロシア軍の占領している地域なのか、ウクライナ軍が占領している地域なのか、特にロシア側の兵士たちにとってはよくわからない状態になっているでしょう。通常これだけの速さで進軍を行っていると、例えば戦車や装甲車、自走砲などが一緒に動いてきた時において弾薬の補給などに苦しむことがあります。しかし今回の電撃戦において一つの特徴となっているのは、行く先々でロシア軍の残した武器弾薬でウクライナ軍がどんどんと補給することができるというのが一つ特徴だと言えます。ロシア軍の兵器は基本的にはまずは旧ソ連系の兵器で多くを固めているものであり、そこに NATO 規格の兵器というものが支援として入ってきているような状態です。ですから数や割合で言えばまだまだその多くが旧ソ連系のものなのです。そして欧米の支援する兵器や弾薬といったものは基本的に NATO 系のものですから、もともと持っていた兵器の補充というものは自前ですることが求められます。そうした意味においてウクライナ軍はどうしてももともと持っていた兵器の補給には苦しんでいたわけです。ですが今回の戦いにおいてはロシア軍の兵士が先々で武器弾薬を残したまま逃げ去っていますから、補給の心配をすることなく攻撃を加えながら、そして行く先々でまた補給を受けてさらに戦い続けられるというウクライナ軍にとっての良い循環が進んでいるのです。そのためロシア軍の戦車を鹵獲した時に修理する、そうした問題よりもロシア軍の Z マー塗りつぶすためのペンキを探す方が一苦労だなんていうような笑い話なども出ています。そしてイジュームが陥落したとなれば当然のように次はリアン、そしてその次はルハンスク州の奪われた領土を取り戻しに行くのか、それとも少し北に向かってハルキウ周辺の奪われた土地を全て取り戻しに行くのか、どちらにしても明らかに東部戦線における主導権はウクライナ軍ががっちりと握った状態です。ロシア軍の失った兵器や人員といったものは非常に多大であり、これを立て直すのはかなり苦労することでしょう。予備兵力を投入したとしてもこの全体の状況を覆すのはかなり苦しいはずです。一方、このロシア国内においても少し変わった動きが出ています。それは国政レベルではなく、いわゆる地方行政レベルにおいてプーチン大統領の行動を批判し、辞任を求める決議といったものがサンクトペテルブルクやモスクワの区議会などで出ているのです。ロシア国内においては報道規制もされていますから、ウクライナ情勢に関してはあくまでも特別軍事作戦で戦争と呼んではいけません。戦争と呼べばそれを犯罪として摘発するというようなことなども行われています。地方レベルであってもプーチン大統領を公然と批判する人たちが出ているというのは一つ注目すべき動きかもしれません。これが全国的に広がるには少し小さな目すぎるかもしれませんが、変化の始まりというのはそのようなちょっとしたところから火がつくものかもしれないのです。特に東部戦線におけるロシア軍の被害は甚大であり、当然のように大量の行方不明者という形でロシア軍は亡くなった兵士たちのことを事務処理するでしょう。その多くがたとえ地方都市の若者たちだったとしても、ワグネルの傭兵であろうと囚人たちであろうとも全てを覆い隠すことはできないわけですから、ウクライナ軍の電撃戦が成功を収めれば収めるほどロシア軍の悲惨な状態というものがロシア国内の政治にも影響を与えて始めるでしょう。これ以上被害者を出さないためにもプーチン大統領はさっさとウクライナ全土からの撤退を決めてほしいものです。この戦争を終わらせる一番早い
手段というのはプーチン大統領が撤退命令を出すことなのです。というわけで今回はここまでといたしましょう。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともこれもご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。